あなたは人間を蘇らせることができると思いますか？遡ることおよそ7年前の2015年1月8日、タイ・バンコクが今回の舞台。真っ白な壁の部屋に置かれたベビーベッドで眠るのは2歳の少女、マサリン・ナオ・バラッタポン。静かに寝息を立てる彼女を両親と白衣を着た数人の男たちが取り囲み、何やら真剣な眼差しで見つめていました。しばらくするとマサリンの父親が白衣の男たちに声をかけます。お願いします。合図を受け速やかにベビーベッドへ近づく男たち。彼らは素早く処置を行い、マサリンを温度調節ができる特殊な棺桶に入れます。ここからマサリンはアメリカへ運ばれることになるんです。なぜ彼女はアメリカへ運ばれたのか。理由はただ一つ。マサリンの脳を冷凍保存するため。アメリカで冷凍保存された2歳の少女の脳。なぜ少女の両親は娘の脳みそを冷凍保存しようとしたのか。そこには抗えない運命の無情さと両親の葛藤があったのです。オーソス山椒カレーにハマってるよ、ケンちゃんです。好きなお芋はみつ芋やみやみこです。みつ芋とろって出てきて美味しいよね。みつ。これでも山椒カレーに入れたら美味しい。あんた何でも山椒入れるようになったのね。いやいや、マヨラーみたいなノリじゃない。あ、違うの。本日皆様にご紹介するのは、タイで暮らしていた2歳の少女とその彼女の脳を冷凍した家族の悲しくも、未来に向けたね、お話なんです。脳を冷凍保存ってだけでもびっくりするんだけど、なんでいきなり脳を冷凍させちゃったりするの？まあね、普通ってなんだろうとか思いながらも、この家族にもね、事情があったんです。アメリカに来た夫婦。遡ることおよそ8年前の2014年10月、アメリカ・アリゾナ州。案内人に誘導されながら1台の車に乗り込む夫婦がいました。サハートーン・ナオバラットポンと妻のナリーラットです。飛行機を乗り継ぎ丸1日かけてタイのバンコクからやってきたナオバラットポン夫妻。後部座席に座る夫妻はオフィス街から砂漠へ移りゆく景色をただじっと眺めていました。しばらくすると車が止まり、案内人がナオバラットポン夫妻に声をかけます。着きましたよ。妻の手を取りながら車を降りる夫のサハートーン。彼は目の前の建物を見上げます。四角く巨大なその建物は何かの研究所のような様相を呈していました。なんかすごい建物ね。脳をここで冷凍保存してんの？そうなんです。そしてね、この建物の中ではね、もう見たこともないような設備がね、この夫妻を待っているんです。案内人の後ろから建物の門をくぐるナオバラットポン夫妻。建物の中には研究室や手術室などが所狭しと並んでいるんです。少し怪しげなその雰囲気に緊張した様子で夫妻が歩いていると、とある部屋の前で案内人が立ち止まりました。この部屋で人体を保管しています。案内人によって鉄製の重たいドアが開かれると、夫のサハトーンは思わず声を漏らしました。なるほど、これはすごい。部屋の中には天井に届くほど大きなステンレス製のタンク型装置が数十台も並んでいました。ひんやりとした無機質なその装置には全て頑丈に鍵がかけられています。案内人はナオバラットポン夫妻に向き合いこう言いました。これを見てください。そこに大きなキャスターがついているでしょう。私たちはビッグフットと呼んでいます。この中のマイナス196度の液体窒素で人体を保管しているんです。なんかすっごい SF 映画みたいな設備出てきたけど、ここで何のために人体を保管なんかしてんの？人体実験とかってこと？目的がね、謎ですよね、今のところ。見慣れない装置が並ぶ光景に少し戸惑いを見せたナオバラットポン夫妻でしたが、すでにやるべきことは決まっていました。夫のサハトーンは建物を案内していたスタッフに1枚の写真を差し出します。写真の中には幼い少女の姿が。そしてサハトーンはこう言いました。娘の脳を冷凍保存してください。ちょっと待ちなさいよ。全然状況がつかめないわよ。何があってね、この冷凍保存をしようという意思決定をしたのがね、謎ですよね。謎。この夫妻にはね、一体どんな事情があったのか、その娘さんがね、生まれた時まで遡って見ていきたいと思います。漢字までだよ。最愛の娘。2012年2月29日、タイ・バンコクで元気いっぱいの産声を上げた女の子がいました。ナオバラットポン夫妻の愛娘、マサリンです。優しい両親と11歳上の兄に可愛がられ、すくすくと育っていたマサリン。甘えん坊で人懐っこいマサリンは、たまに見せるおませな仕草で周囲を和ませてくれる愛おしい存在でした。そんな平和で笑いの絶えない家族に、ある日突然暗い影が差したんです。マサリンが2歳の誕生日を迎えて間もなくのこと。いつもは寝起きのいいマサリンが、その日の朝はなかなか起きようとしませんでした。マサリン、起きて。母ナリーラットがそう声をかけてもずっと目をつむったままなんです。不安を感じた母ナリーラットは急いでマサリンを病院へ連れて行きました。そして検査の結果、医師から思いもよらない診断を下されるんです。マサリンには脳腫瘍ができていると。
なんとまだ小さなマサリンの脳の左半分に長さ11センチもの腫瘍が見つかったというんです。青ざめる母ナリーラットに向かい医師はこう告げました。5年後の生存率は 30% です。脳腫瘍ってそんな子供にできるなんてそんなんなかなか聞かなくない？そうですよね。でも実はですね、この子供の脳腫瘍っていうのは珍しくなくてですね、日本でもね、毎年500人以上がこの病気になってしまうと言われているんです。そしてこの小児脳腫瘍は種類によっては極めて治療が困難なんです。というわけで本日のメトラーキーワード、小児脳腫瘍について。小児脳腫瘍とは脳腫瘍のうち15歳未満の子供が患うものを指します。1000点以上を除けば幼少期の死因で最も多いとされる病気なんです。小児脳腫瘍には100種類以上もの型が存在し、種類に合わせた適切な臨床試験が実施できていないため、治療法の確率が遅れているんです。小児脳腫瘍の約 60% は脳幹や小脳など生命維持に直接関わる部位の周辺にできるため、外科手術や放射線療法で取り除けない場合も多いんです。特に脳幹部にできる悪性腫瘍は現代の医療では生存率がほぼ 0% の症例も珍しくないというんです。そんな生存率低いのね。まあでもそっからどうやって脳を冷凍保存しましょうってなるの？そのね、両親の判断には本当にもうものすごいね、苦悩と葛藤があったんです。この日を境にマサリンとその家族による難病との戦いが始まりました。初めて行う手術は頭蓋骨に穴を開け、腫瘍の半分を摘出する大掛かりなもの。マサリンの母ナリーラットと父サハトーンは医師からこのように伝えられていました。手術が終わった後目を覚まさない可能性があります。その場合は残念ですが生命維持装置を外しましょう。娘が置かれた状況をまだ飲み込みきれずにいる中、両親には早くも最悪の事態への覚悟が求められたんです。手術は無事終わりました。しかしマサリンは目を覚ましません。お願いマサリン、目を開けて。父と母の祈りも虚しく、ただただ時間だけが過ぎていきました。やだわ、もうマサリンちゃんも諦めないですよ、ヤミノさん。何？この後ね、奇跡が待っていたんです。マサリンの手術が終わってから1週間、彼女の家族も医師ももう目を覚ますことはないだろうとすっかり諦めかけていたその時でした。なんとマサリンが目を覚ましたんです。抱き合って喜ぶ父サハトーンと母ナリーラット。この時サハトーンはこう誓ったんです。マサリンは必死に生きようとしている。ならばマサリンの命を私たちが守らねば。医者が無理だと言ってもマサリンを治す方法は必ずあるはずだ。この日から父サハトーンはネットで世界中の病院を調べたり、医療に関する本を読み漁ったり、必死にマサリンを救う方法を探し始めました。実は父サハトーンは電子工学の博士号を持つ医療エンジニア、母ナリーラットも同じく電子工学に通じており、夫妻はあらゆる治療法を見極める目を持っていたんです。自分の知識とマサリンの生命力を信じ、来る日も来る日も治療法を探す父サハトーン。しかしその思いとは裏腹にマサリンの病状は日に日に悪化していきました。彼女の小さな体は手術を繰り返すたびに限界に近づいていったんです。いや、そりゃ2歳の体じゃそんな何回も耐えれるはずないじゃないのよ。さすがに両親もここで諦めちゃうって思いきやね、マサリンちゃんのね、ご両親は諦めなかったんです。そしてお父さんは別の方法を模索することになるんです。たった一つの方法見つけた。マサリンはもう助からない。それならもうこれしかない。娘を救うためあらゆる治療法を探っていた父サハトーンは最後の最後にアメリカで活動しているある団体の存在を知りました。その名もアルコー延命財団。アルコー延命財団は1972年にカリフォルニアで設立された人体の冷凍保存を行っている非営利団体です。団体が掲げる目標は、現代の医療では手の施しようがない病状の人を未来の医療技術で健康を取り戻せるようになるまで何十年何百年と冷凍保存するというもの。難病に苦しむ家族を救いたい人の要望を受け、2014年時点でおよそ130体の遺体を冷凍保存しているんです。何？じゃあもしかしてこれ冒頭で両親が訪ねてたのがこの施設ってこと？お父さんが脳を冷凍保存するって頼んでたのってさ。そうなんです。父ね、サハトーンさんはこの団体に一縷の望みをかけたんです。マサリンがもう助からないなら、小児脳腫瘍が治せる時代が来るまでマサリンを冷凍保存すればいい。未来の医療にかけるんだ。父サハトーンはそう決意したんです。そして妻のナリーラットにその胸の内を打ち明けるんです。マサリンを冷凍保存しよう。
サハトーンの言葉に耳を疑うナリーラット。彼女が言葉を発するよりも先にサハトーンはこう続けた。医療は日々進歩している。この間までは400年もかかると言われていた人体組成技術が早ければあと30年で実現されるって話だ。30年後なら小児脳腫瘍の治療法だって確立しているかもしれない。その時にマサリンを蘇らせるんだ。とても信じられないという表情のナリーラット。そんな夢みたいなこと。サハトーンはナリーラットの目をしっかりと見つめた。マサリンの生命力を見ただろう。マサリンは生きたいんだ。俺たちはマサリンに生きるチャンスを与えてやらなきゃいけないんだ。ナリーラットは不安そうに答える。生き返る保証はないんでしょう。それにお金だってどれぐらいかかるのか。戸惑うナリーラットにサハトーンは自身の切なる思いをぶつける。脳だけを冷凍保存するにしても年間950万円ほどかかる。でもそれでマサリンが救えるなら安いもんだろう。確かに生き返る保証はない。だけどもし成功した場合、脳には記憶や人格が残っている可能性だってあるんだ。もう一度あの甘えん坊でおませなマサリンに会えるかもしれないんだよ。どうか俺と一緒に可能性を信じてくれないか。サハトーンのまっすぐな目を見つめ返すナリーラット。その頬には一筋の涙が伝っていた。それから数ヶ月後、マサリンの家族、そして親族はサハトーンの言葉を信じ、アルコ延命財団でマサリンの脳を冷凍保存することを決めたんです。ものすごく勇気のいる決断よね、これは。と思うね、ご両親のね、思いの強さっていうのはね、うん分かり知れないですよね。マサリンちゃんのね、脳みそをね、冷凍保存することを決意した両親なんですが、この後マサリンちゃんとそのご両親は一体どんな時間を過ごしていったんでしょうか。2014年12月、マサリンの病気が発覚してから8ヶ月が経っていました。10回の手術と12回の化学療法、そして20回の放射線療法を乗り越えてきたマサリン。これだけ治療を繰り返してきた彼女の体には、もはや次の治療に耐えるだけの力は残っていませんでした。腫瘍は脳全体に広がり、顔の筋肉がひくひくと痙攣している状態。そんなマサリンを見て、父サハトーンは覚悟を決めていました。別れの準備をしなければ。それから1ヶ月ほど経ち、新年を迎えてすぐの2015年1月8日、マサリンは病院から自宅のベビーベッドに戻っていました。ベッドの周りには家族や親しい親族が集まっています。いつもの病院とは違う雰囲気に嬉しそうな顔を見せるマサリン。ぬいぐるみやおもちゃで遊んだり、周りにいる大人と話をしたりして楽しいひとときを過ごしました。そしてしばらくすると遊び疲れたマサリンは寝息を立て始めるんです。頭の傷跡を覆うガーゼ、細い腕に残る注射の跡、一段と小さくなった体。父サハトーンと母ナリーラットはぐっすりと眠るマサリンの姿を見つめつぶやきました。よく頑張ったね。サハトーンとナリーラットは涙を浮かべ、強く優しくマサリンの体を抱きしめました。こうして迎えた2015年1月8日の18時18分、父サハトーンの震える手でマサリンの生命維持装置が外されました。マサリンちゃん、ほんとその小さい体でよく頑張ったわよ。もう懸命にね、生きようとしたね、マサリンちゃんとね、それをこう見届けたね、ご両親のね、思い、込み上げてくるものありますよ。サハトーンは後ろで待機していたアルコ延命財団のスタッフに声をかけました。お願いします。心臓が停止したら60秒以内に体を冷凍しなければならないのです。即座にマイナス196度に冷凍されたマサリンの体はサハトーンとナリーラットの手によって温度調節ができる特殊な棺桶に移されます。そしてこのままアメリカ・アリゾナ州のアルコ延命財団本社へ輸送されるんです。アルコ延命財団へ輸送されたマサリンは手術室へ直行。人体冷凍保存に関して経験豊富な医師と体内に凍結保護剤を流し込む専門の技術者によって頭部を切り離す手術が行われました。こうして取り出されたマサリンの脳は真空断熱のステンレス製容器、通称ビッグフットの中で長期保管されるんです。未来でまた蘇る日を信じて。この時マサリンはアルコ延命財団の134人目にして最年少の患者となったんです。未来で蘇る日ね。切り離された体はどうなっちゃうのこれ。仮装されるんです。マサリンのベビーベッドはマサリンが息を引き取ったあの日のまま今でも実家の特別な部屋に置かれています。アーモンドポッキーやビスケット、ぬいぐるみやおもちゃなどマサリンが好きなものをその上にたくさん並べた状態で、そして父のサハトーンは未来のマサリンのためビデオや記念品の準備もしています。マサリンが眠りから覚めた時、私たちが生きているとは限らない。そうなった場合でもマサリンが自分の過去を理解できるように備えているんです。そんなサハトーンの言葉に静かにうなずくナリーラット。ただ夫の言うことが最もだとは分かっていても、ナリーラットの本心は一つでした。たとえ体が変わってももう一度私の娘になってほしい。もし自分の大切な人が不治の病に侵されてしまっていたとしたら、あなたならどんな判断を下しますか？いや、皆さん、ついにですね、今日が来たかと。YouTube 始めて3年。ついにね、来たんですよ、皆さん。いや、結構マジで嬉しいね。なんとですね、これ見てください、これ。アメリカから YouTube の金の盾がね、でかい。
ついに届きましたよ。大きいわよね、はい本当にね。ちょっと今日はインスタライブもやってるんでね、どっちつかずのあれなんですけど、ちょっと私さ、今日10万人の時の盾も持ってきたから大きさ比べない。かなりでかいのよまさかのこれ。気が利きますね、ヤミちゃん。これがね、うん10万人なのよ。これが10万人で、こっちが100万人のねちょっ、と金の盾なんですよ。こう合わせてみなさい。違うねこれ全然ですよ。めちゃくちゃでかいわよ、マジ全金然違うね、これ。次はプラチナ。そう次はプラチナよ。そうなんです。プラチナの。プラチナっていうか、あれダイヤじゃなかいったや、そんな詳しくないんですわ。あ息子が泣いている。でも、開封の儀みたい。いやいや、息子大事にせい。息子。ケンちゃん髪の毛切りました。昨日切りました。ありがとうございます。はい。じゃあ、開けますかそろそろ。開けますこれね、今開けてますよ。開けてますよ。いや、見せながら開けたら、見てこれ。ながらね。同時開けよう、これ。ね。これ仲いいね。えい。第。おー綺麗に剥けるわよ、この子。あー、俺汚ねえな。汚ねえ開け方したな、俺。あマジで手際悪いわ、俺ら。うわ、嬉しいね。ぶっちゃけ数字とか物に意味はないとかいつも言ってるんですけど、普通に嬉しいわ。これどうやって開けるんだろう。あ、こっちに待った。あーこっちまだね。まだです。大丈夫です。大丈夫です。おお。うわー、来るよ。多分私の予想だとね、まだなんか1枚。まだなんか1枚入ってる。いやいや、こういう動画のために一発であるんじゃないですか。いいみんな、準備はいいかい言います。3、2、1。うわーい乾燥剤です。まだ。いきますよ。これ持った。これ持った。いっちゃうの3、2、1。うわーすごい大き嬉しいいちゃんとアルゴメトリーって書いてあるわよ。うわ嬉しいすげえ大きいこうわ、いた嬉しいこれちょっと出そうよ。んうん。うおー、すげえめちゃくちゃ重い !10 万人の時と全然違う。チャンネル登録者の数を歩数に置き換えると、どれくらいの距離を歩いたことになるでしょうか。まず北京を市の境界線に沿って歩くと13周、パリなら14周、ニューヨークなら15周になります。わかりづらいな。わかりづらい。これほどの距離になるのはチャンネル登録者数が100万人を突破してる。はいはい。だから、北京市を13周すると100万歩になるってってことだよな。もちろんあなたの影響力は一つの都市にとどまりません。素晴らしい創造性、熱心な取り組みで、いくつもの国にまたがる活発なコミュニティを築き、世界中の人々をつなぎ合わせました。こうして集まった人たちは、あなたの声やビジョンから影響を受けています。嬉しい。嬉しくないこれ。すごいね。金の盾をもらえる日が来るなんて、ね。 YouTube の人たちも言ってるじゃない。このマイルストーンは今後あなたの活躍の序章に過ぎません。そうなんですよ。これはね、途中ですから。あなたもまた次世代のメディア企業を築く革新的なクリエイター集団の一人なのです。毎日斬新な方法でストーリーを創造し伝え続けているあなたのさらなる活躍を目にするのが待ち遠しくてなりません。いやー、嬉しいね。頑張ろうぜ。次はプラチナよ。プラチナダイヤモンド。来年かな来年かしらね。来年1000万人でも想像つかないよ。そうね。相当すごくない当すごい ?1000 万。10人に1人知ってるでしょ。日本の中でね。いやね、でも皆さんね、まだまだね、我々満足してないんですけど、近々ね、大アップデートもありますんで、アルゴメトリー、そんなそこらのクオリティじゃとどまんないんで、まだまだ進化させていただきますので、引き続きね、ご一緒していただけると嬉しいです。本当に。持ってください、ぜすごい。ひ。というわけで皆さん、ありがとうございます。じゃあ皆さんありがとうございました。終了。わ、なんか金の盾で見ると私綺麗に見える。